こんにちは、ゆうたです。今日は記憶的ルームにやってきました。記憶的ルームとはトレンドの最先端を行くインタビューのこだわりの絵本を覗き見させてもらい、部屋についてライフスタイルを紹介するコンテンツとなっております。今回は大輔さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。それじゃあ大輔さんについて自己紹介をお願いします。はい。新卒で広告会社に勤めております大輔と申します。洋服だったり雑貨、インテリア、観葉植物が好きで、休日はよく古着屋、雑貨、インテリア、グリーンショップに足を運んでおります。どうぞよろしくお願いします。というわけで今回紹介していただくこちらのご自宅が 1K ということで、ざっくり何畳ぐらいのスペースになるんでしょうか。8畳のスペースになります。というわけでアイデアとかがね、こういろいろ詰まったお部屋、物もたくさんあると思うので、そのあたりちょっと詳しくお話をお伺いできればなと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、まず最初じゃあリビングスペースからお尋ねをしていきたいなと思います。こちらのスペースは普段どのような過ごし方をされていますか。休日とかにくつろぐスペースになっています。奥の方は自宅で、リモートワークする時とかのワークスペースになっています。というわけでじゃあ順番にちょっとアイテムについてお伺いしていきたいんですけど、まず大きな鏡からお尋ねしたいんですけど、これはどちらで購入されたものですか。これは目黒にあるアクメファニチャーっていう家具屋さんで購入しました。前住んでた家の頃からこの大きい全身鏡が欲しかったので、出勤の時とか休日出かける時とか全身見ながらコーディネートを組むのを楽しんでるっていう感じですね。ちょっと植物についてもお話をお伺いしてもよろしいですか。はい、こっちの白いサボテンみたいなやつがユーフォルビアのホワイトゴーストっていう植物になります。厳密に言うとサボテンではないんですけど、そうですね、ユーフォルビアのホワイトゴーストになります。こっち側の植物に関してはセロームという植物です。多分これから伸びていくと横にもバーって広がっていくので、僕自身結構横に伸びていく系の植物がすごい好きなので、それを見て購入しました。これなんか白いユーフォルビアってあんまりなんか見たことがないような気もするんですけど、結構普通に売ってるんですか。そうですね、比較的多分珍しいものではあるんですけど、結構大型のグリーンショップとかには見かけることは多いかなと思います。ちなみにこの植物を植えてる鉢とかって何かこだわりあったりしますか。基本的にはもう既製でセットになってるものはそのまま買ったりとかが多いんですけど、自分で鉢とか選ぶときは、部屋の雰囲気とかテイストとかで色味を見て決めるようにはしています。ありがとうございます。あとは下に敷いてあるラグについてもちょっとお尋ねしたいんですけど、これは下北沢にあるレモンティーっていう結構よく行かせていただいている古着屋さんがあるんですけど、そこで購入した多分鹿の毛のラグになりますね。柄とかはどういう。見た感じだと柄に関してちょっとわからないんですけど、でも本当だ、なんか毛の質感とかはすごいそのまま。そうなんですよね。よく見るとちょっと鹿っぽい毛で、あと大きさとかも鏡の前に置くのを考えた時にぴったりかなって思って購入しました。ありがとうございます。そしたらじゃあそのちょっとお隣の方に行きたいなと思うんですけど、まず壁にかかってあるタペストリーですね、についてちょっとお話をお伺いしたいんですが。これは表参道にあるシボネというインテリアとか雑貨を置いてるショップがあるんですけど、そこで購入したスローダウンスタジオというブランドのブランケットになりますね。ここに引っ越してきた時からアイコン的なになるようなブランケットが欲しくて壁に飾りたいなと思ってたので、大きさとこのデザインを見て即決しました。あとは下の方に帽子がすごいたくさんありますが、洋服はやっぱりお好きなんですか。そうですね、洋服が大好きなので知らず知らずのうちに買い集めていったらこうなったっていう感じです。ちなみにここに置いてある帽子、ざっくり普段どのような帽子をかぶられることが。そうですね、ここに置いてある通り、キャップとニット帽とか、あとバケットハットとか、この3パターンとかが多いかな。あとはちょっと後で説明させていただくんですけど、奥の方にハンチングとかそういった感じのも気分とか場合によってはかぶることもあります。これなんか帽子の収納の仕方、今キャップはキャップでまとめてニットはニットみたいな感じで整理されてる感じなんですか。そうですね、見せる収納ではないですけど、あんまり片付けるスペースがないので綺麗にジャンルごとに分けてみました。順番に大輔さんのお気に入りの帽子だったりいくつかピックアップしていただければなと思うんですけど、何かありますか。まず1つ目なんですけど、このオレンジのキャップになりますね。これは近所にあるキオスコというメキシコの雑貨とかブート品みたいなのを扱う
うお店があるんですけど、そこの店主の方がやられてるローチっていうブランドのキャップになります。なんかモチーフがこうバッターの刺繍になっていて、ワンポイントでめちゃめちゃ可愛いなって思ったのと、あとオレンジのキャップってスタイリングとかするとき外しになったりとかにもなるので、ものすごく重宝しているものになります。はい、ありがとうございます。続いてはボンボンニットというか小ちゃん棒みたいなものになります。これはどちらで？これは下北沢にある帽子の専門店のソーワットヴィンテージさんというところで購入させていただいたものになります。これはどういったところがポイントで購入したんですか？このデザインもすごい可愛らしいですし、冬らしさを感じるこの編み方、この粗い編み方とかも僕も結構好きなので購入を決めました。ありがとうございます。3つ目はこのアークテリクスの P2 になります。最近また結構勢いがあるブランドというか、そうですね。また来てますよね。はい、僕自身結構最近はそういうアウトドアというかアーバンテックっぽいスタイリングが気分であるので、っていうのも一つですし、あと秋とかまでは結構山に行くことも多かったので、そういう時にこうかぶったりとか使用してたものになりますね。アウトドア系のレーベルの帽子とかだとあったかかったりするんですか？そうですね、機能性は多分もちろん間違いないと思いますし、この色味とかデザインもすごい、本当にかっこいいっていうのがあるので、合わせるだけで結構気分が上がるアイテムかなと思います。最後4つ目になるんですけど、近くの古着屋で購入したニューヨークの警察のニット帽になります。なんか冬になると結構ニューヨークの警察って自転車こいでこうパトロールしたりするらしいんですけど、その時にこうかぶってる帽子になっていて、このなんか作り方とかも編み方とかもすごい雑でアメリカらしいなってところで、なんかそこもまた可愛いなってところで購入を決めました。ちなみにこちらの帽子はどこで購入されたんですか？セーラーズっていう古着屋さんがあるんですけど、そちらで購入しました。こう一通り見てるとヴィンテージのというか、そういった帽子を購入されることが多いんですか？そうですね、ヴィンテージのものもあったりとかもするんですけど、既製品、現行のものとかも結構多かったりもするので、バラバラかなっていうのが正直なところですかね。ありがとうございます。続いて下のソファーについてちょっとお話をお尋ねしたいなと思います。これはまずどういう風な仕様になっているんですか？これもともと収納ケースみたいなので、これを作ったきっかけがこのポパイを部屋の特集の雑誌を見た時に、こういう椅子の作り方があるっていう提案を目にして、自分もソファーお金なくて買えないなって思って見た時に発見したので、サイズ感もちょうどいいんじゃないかっていうところでちょっとチャレンジしてみたっていう感じにはなります。これはじゃあ今中に収納されてるものは洋服なんですか？そうですね、基本的には夏物の洋服だったりとか、あとタオルとか毛布とか今のシーズンに使わないものを入れておくことが多いかなと思います。実際にこう座ってみて座り心地というか。そうですね、あんまり座り心地良くないかもしれないんですけど、でもそんなに悪くはないかなって感じですし、この部屋に馴染んでるというか、結構アイディアっぽいスペースなので、それはそれで結構気に入ってはいるスペースになります。この収納ケースはこれはどちらで購入されたんですか？これは IKEA になります。じゃあ予算的にもソファーを購入されるよりはそうですね、かなりコストを抑えられたというか、数百円ぐらいなので。そうなんですね。すごいですね。めちゃめちゃ安く抑えられたかなと思います。なるほど、ありがとうございます。続いて下に敷いてあるラグですね。ちょっとそういったところのお話をお尋ねしていきたいんですけど、ここの部屋はラグがたくさん敷いてありますね。ラグ僕自身結構引いておくと汚れとかも結構吸着してくれるっていうのもありますし、部屋の雰囲気とかも出るかなっていうところで好んでいろいろ引いてるっていう感じにはなりますね。じゃあちょっと順番に紹介をしていただければなと思います。こちらのラグというか、これ実はペルシャ絨毯みたいな感じで、本当は玄関用のマットかななんですけど、空いたスペースにこう引いてるっていう感じで、これも自宅の近くの絨毯の専門店みたいなところで、名前忘れちゃったんですけど、そちらで購入しました。こちらのラグが三軒茶屋にあるフエブゴっていう古材とかを利用してプロダクトを作るようなショップがありまして、そちらで購入したものになります。すごいカラフルですね。そうですね、なんか商品の背景があって、インドの女性の方がこのインドの特有のこの生地みたいのをつなぎ合わせて作ってるみたいなラグになっているので、なんかそういうストーリーとか背景が面白いなと思ってこちらは購入しました。したらじゃあ今度上のこちらの、この虎のラグはさっきの鏡と一緒でアクメファニチャーで購入したラグになります。
これはだいたいどれぐらいのご予算感で購入できた？これはだいたい1万ぐらいかな、1万円ぐらいで購入したものになります。そのラグはたくさんあると思うんですけど、はい、購入される時のこだわりというか、どういったところを重点的に見て購入されたりしてますか？購入する時にこの自分の部屋と照らし合わせてみてフィットするかっていうところがまず1点と、あとはこのラグ自体の存在感というかインパクトのあるものによく目がいくので、そういう観点から購入を決めることが多いかなと思います。なるほど。はい、そしたらじゃあこちらのディスプレイですねについてちょっとお話をお伺いしていきたいなと思います。なんか下の方は雑誌はもちろんなんですけど、ちょっとしたオブジェというか、フィギュアとかもある。はい、そうですね。お気に入りのものだったり、なんかお好きなものとかあったりしますか？このピーナッツのブックエンドというか置物が好きで、表参道にあるパートオブネイチャーっていう花瓶とかを結構よく取り扱ってらっしゃるお店で購入したんですけど、見た目も可愛いですし、開けるとこうやってなんかピーナッツが2つ入ってるみたいな、こういう仕様もすごい面白いなと思って、すごいお気に入りの雑貨というかディスプレイに置いてあるものの一つかなと思います。なんか結構雑貨とかこういうフィギュアとか、オブジェとかそういうのは定期的に収集癖というかなかったりはするんですか？そうですね、集めたいなっていう思うものは結構多いので、フラッと入ったお店でいいものがあったりすると買っちゃうことが多いかもしれないです。普段こういうフィギュアとかはどういったお店で購入されることが多いですか？そうですね、特定のお店はあんまりないんですけど、インスタグラムとか自分が読んでる雑誌とかで情報を見て気になるお店に足を運んで出会うことが多いかなと思います。ありがとうございます。はい、そしたらじゃあ今度上のちょっとディスプレイについてお話をお伺いしていきたいんですけど、こちらの手前側の照明からお伺いしたいんですけど、これはどちらで購入されたものでしょうか？アンクっていう早稲田と神楽坂の間にある古着屋さんで購入したバンカーランプになります。ヴィンテージのものですか？はい、これ多分戦場でこの海の上の船の中で使わってたランプになりますね。実際にそっか使われてたものなんですね。はい。結構普段は間接照明で過ごされることとかも多いんですか？そうですね、夜とかは間接照明つけて過ごすことが多いかもしれないです。はい。そしたらじゃあお隣のレコードについてお尋ねしたいんですけど、これはどちらのものでしょうか？これはアイオンのレコードプレイヤーになります。レコードは普段聞くことは多いですか？そうですね、実は最近購入したてのものなので、割と本当最近聴き始めたんですけど、引っ越した時からもうずっとレコードは欲しいなと思っていたので、本当にようやく決断して買ったっていう感じになります。はい。アイオンのものはコスト的にも買いやすい結構お値段のもの多いですよね。比較的この、ビギナーの方とか僕みたいな方は手に取りやすい価格であるので、そこはおすすめかなと思います。そしたらじゃあちょっとそのお隣のポスター2種類ありますけど、ちょっと順番に紹介していただいてもよろしいですか？こっちのちっちゃい方のポスターはアパートメント新潟っていう新潟県にあるインテリアショップのオンラインストアで購入したものになりますね。これは何がモチーフになって？これモチーフはわからないんですけど、牛っぽい、なんか牛っぽいですね。はい、デザインとあとこの配色がすごい緑と赤とこの牛の柄っていうところで惹かれて購入した感じですかね。あと奥のポスターは？奥のは銀座にあるイデーっていうインテリアショップがあるんですけど、そこで購入したポスターになりますかね。自分も勝手に果物とかなんかそっち系かなと思ってるんですけど、よく分かってないっていうのが正直なところなんですがこれもやっぱり自分は色味に惹かれて買ったっていうので、この黄色の存在感みたいなところがすごい自分の部屋と照らし合わせてみてマッチするかなっていうのを感じたので購入したっていう感じになります。ありがとうございます。あとは植物系があると思うんですけど、植物も結構好きで集められてるんですか？そうですね、昨年から植物にハマって一気に買ってしまったという感じになります。はい。でちょっと植物に関してちょっと順番に紹介をしていただきたいなと思うんですが、よろしいですか？はい。じゃあこの大きい植物からになるんですけど、こちらモンステラっていう植物になりますね。でこの上の板付けにしてあるやつはビカクシダのエレファントティスっていう品種になります。こちらのハンギングされている植物はリプサリスという植物になります。で続いて隣のこちらの植物はフィロデンドロンのトータムっていう品種になります。
でこっちのエアプランツはチランジアという植物です。最後こっちの角の苔玉のやつはフレボディウムという植物になります。こちらの棚にもはい植物ありますか？このディスプレイのは左からパキラで、これはよく見かけると思うんですけどサンスベリアっていう植物で、最後これも先ほど紹介したユーフォルビアというものになります。植物は本当にたくさんありましたけれども、購入される時のポイント、そういったものあったりしますか？そこまでその植物に関しては詳しくないので、やっぱり育てやすさとかケアのしやすさ、イージーケアっていうところは結構考えてはいます。ちなみに植物購入される時、よく行きつけの観葉植物のお店だったりなかったりしますか？結構いろんなところで買うことが多いんですけど、特に尾崎フラワーパークっていう結構大型のグリーンショップがありまして、そこで購入することが多いかなと思います。あそこ安いですもんね。そうですね安いですし、結構種類も豊富なので、もう見に行くだけでも楽しいところかなと思います、ね。はい、そしたらじゃあ続いてこちらの棚ですね。はい、棚とディスプレイ、またここもお伺いしていきたいんですけど、はい、ポスター、こちらもすごいインパクトのあるちょっとポスターが飾ってありますが、これはどちらで購入されたんですか？これちょっと名前が合ってるかわかんないんですけど、ウォントゥアンティークっていう確か大阪にあるヴィンテージのインテリアショップのオンラインストアで購入したものになります。すごいインパクトありますね、本当にこれは。そうですね、これも本当に入り口から入った時にパッと目に行くようなポスターなので、そういうところも気に入って購入したものになります。あとは上に時計があると思うんですけど、この時計もデザインめっちゃ可愛いですね。そうですね、なんかこの八角形の形にすごい惹かれて、あとはもう木の温かみのあるデザインというか、僕木がすごい好きなので、そういうところも考慮して買った時計になりますね。はい、そしたらあとはこちらの棚の上に置いてあるアクセサリー系がこの辺は多いんですかね？そうですね、ここら辺はアクセサリーを置いてあるスペースになりますね。はい、奥は香水とか、はい、ここは3つ香水になるんですけど、これはいただき物でアルト&ドープっていうブランドの香水になりますね。香り的にはなんかラベンダーとかそっち系の香水になります。この真ん中のやつは表参道の裏にあるキャロルっていうセレクトショップがあるんですけど、そこの多分オリジナルの香水というかルームフレグランス的にも使えるものになるんですけど、なるものがありますね。最後がこのイソップのタシットになっていて、結構ウッディな香りなので、割とここの3つは気分とかによって使い分けてるっていう感じにはなります。香水はなんかそれこそ仕事用、プライベート用みたいな、なんかそういう使い分けとか？そうですね、そういう使い方が結構メインにはなりますね。あとは休日とかは気分とかに合わせて使い分けることが多いかなと思います。ありがとうございます。はい、あとはこちら手前側にあるトレイだったり、財布、どちらで購入されたものか教えていただいていいですか？はい、こちらの財布がエンダースキーマというブランドの革財布になりますね。最初もう色味的には結構これに近い色味だったんですけど、 3,4 年ずっと使い込んでいって結構経年変化していって結構真っ黒になってきてるっていうものになっていて、サイズ感的にも結構ポッケにも入れやすいですし、持ち運びしやすいっていうところもあるので気に入ってずっと使っています。味わいが出てきましたね。そうですね、知らず知らずのうちにこう革なんですごい変化してくれて、これもまた楽しみ方の一つかなと思うんで、はい、気に入ってます。とトレイに関してなんですけど、これも革のもので温度ワークショップっていう長野の飯綱町かなにある革製品を作ってるところがあるんですけど、そこのショップで購入しましたね。実家が長野にあるんですけど、帰省した時に飯綱で行われたクラフトフェスみたいなのに行って、そこでたまたま見つけて購入したものになります。あとは時計とかはカルバン・クラインの時計になるんですけど、基本的に仕事用とかで使っていて、学生の時に上京した時に 4,5 年前ぐらいに買ったものになります。時計は基本的にこの一つだけ普段使ってる感じですか？そうですね、今使ってるのはこの一つっていう感じですね。あとはアクセサリーでいうとバングル、これも名前忘れちゃったんですけど、吉祥寺の古着屋で購入したバングルになります。最近結構僕スタイリングの中でアクセサリーとかあんまりつけることないんですけど、これだけは結構シンプルで使いやすいので使ったりとかはしますね。そしたらじゃあこちらのアイテムを置いてる棚ですね。こちらの棚はどこで購入されたものでしょうか？これは日本橋の方にあるヒストっていう病院とか公共施設とか老朽化したそのなんか施設から家具を発掘してるセレクトショップさんがあるんですけど、そこで購入した棚になります。昭和家具っぽい
あ、デザインですね。本当にその通り、ちょっと店員さんにこう気になって聞いてみたんですけど、ジャパンヴィンテージで結構日本のもので昭和期のものにはなりますね。あとはこのやっぱり木が僕自身好きなので、木材でできてるってところも大きな購入の決め手にはなったかなと思います。あとはそのお隣にスケートボードの、はい板だったり、はいレコードも入ってるんですかね、ここは。そうですね。これはスケートボードの板になりますね。学生の時にちょっとかじってたぐらいなんですけど、カルチャーとしても結構好きで、割とこうインテリアとしても入るものかなというところで。これで今板はこれもう使ってない。これもともともう新品で、はい、飾るように買ったものになりますね。ちなみにこれどこで購入されたんですか？ちょっと名前忘れちゃったんですけど、近所のストリートカルチャーのお店がありまして、そこで購入したものになります。あとはレコードがね、はい、たくさんあると思うのでお尋ねしていきたいんですけど、はい、音楽は普段どんな音楽を聴くことが多いですか？そこまで音楽詳しくはないんですけど、90年代の UK ロックがすごい好きで、その中でやっぱり代表的なオアシスとかブラーとかっていうところはよく聞くますね。はい。じゃあちょっとこの辺りもお気に入りのレコードについてピックアップしていただきたいんですけど、はい、何かありますか？この先ほど言ったオアシスが好きっていうところで、オアシスの代表的なアルバムで名盤であるこのモーニンググローリーっていうこのアルバムレコードはすごい特にお気に入りで、中に入っている曲でもワンダーウォールっていう曲があるんですけど、その曲は僕よく好きでレコードでもよく聴いてますし、スマホで移動中イヤホンでも結構よく聴いてる曲にはなります。ありがとうございます。はい。続いてこちら奥の方が、作業スペースというか仕事部屋みたいな感じですかね。はい、そうですね。はい。この辺のなんかインテリアはどういった感じで考えられてるんですか？基本的には就職活動から使ってるものが机とかチェアはメインなので、それ以外のもの、絵とか植物とかラグとかは自分自身でコーディネートしたっていう感じではあります。こっちにも帽子がある。そうですね。ここも気分でディスプレイ変えてたりとかしてて、今回はこう色ごとに分けてるんですけど、黒で統一したりとか変えたりもしてます。じゃあこの辺の帽子は先ほど紹介していただいたソファー周りと入れ替わりで、飾るというか。そうですね。はい。そしたらお隣かな、また聞いていきたいんですけど、はい、窓際にフラワーベースですかねとかがたくさんありますが、フラワーベースは全て表参道にあるパートオブネイチャーっていうショップで購入したものになります。この中でお気に入りのものとか何かあったりしますか？この花瓶はすごい特に気に入っていて、これ砂でサンドでできてるんですけど、それが結構あんまり見ないものっていうところで、あとこのなんかマーブルっぽいデザインも可愛らしくて結構気に入ってる花瓶の一つになります。はい。あとは上の方にコーラの、そうですね、看板というか、難しいんですけどコーラのモチーフの。これはちなみにどちらで購入されたんですか？キアリーズっていうアメリカのこうヴィンテージとかの雑貨とか扱ってるショップで購入しました。やっぱりなんかこういうちょっとレトロなアイテムとかっていうのは収集癖というかあるんですかね？そうですね。なんかもう、モダンっぽいこういうフラワーベースとかもいいっちゃいいんですけど、それだけじゃなくて結構ヴィンテージのものとか昔のものをこうミックスして部屋作りするっていうのも結構自分としては楽しみ方の一つではありますね。ありがとうございます。続いてベッド周りを紹介していただきたいなと思います。はい。まずはこちらベッドにかかっているブランケットについてちょっとお尋ねしたいんですけど、これはどちらで購入されたものでしょうか？これは大江戸骨董市っていう月に多分何回か東京国際フォーラムとか代々木公園とかで開催されているような飲みの市みたいなところで購入したものになります。ベッドにこれ1枚かかってあるだけで、だいぶ生活感というか消えますよね。そうですね。隠すこともできますし、もうこれも部屋のインテリアの一部じゃないですけど、こう見せることができるのですごい重宝しているものになります。そしたらあとはこちらの横にかかってるタペストリーですかね、これもまたなんか変わったデザインですか？そうですね。これも実は玄関用のシクラグで、これもさっき説明させていただいた鹿の毛と同様に、これは今回牛の毛のものになるんですけど、壁がちょっと手持ち無沙汰だったので何か飾ったらいいんじゃないかってところで、これ飾ったら面白そうだなと思って購入して今飾っております。幾何学っぽい感じのデザインで、あとはこの部屋結構ベースがブラウンのものが多かったりもするので、そこで割と相性いいかなと思って飾ってみたら割と馴染んでるっていう感じですかね。そしたらあとはこちらの横にかかってある大きなランドリーバッグのようなもの、これはどちらで購入されたものでしょうか？プエブゴで以前ラグとか購入した際にいただいたショッパーになります。
もともとインドの茶葉を入れる袋で使われてたもので、これもなんかすごい味があって部屋に置いたら面白いんじゃないかなと思って置いてます。これサイズ感もすごい大容量ですね。そうですね、比較的何でも入るんで、パジャマとかハンガーとかいろんなもろもろ入れてるんですけど、割といろんな用途で使える袋かなと思います。そしたらじゃあちょっと続いて、洋服についてお尋ねをしていきたいなとはい思うんですけど、はいファッションはまずお好きですか？はい、洋服は趣味の一つでもあります。はい、今回もねいろいろこだわりはい着用されてると思うんですけど、はい普段着る時のこだわりだったり購入される時のポイントみたいな何かありますか？着る時のこだわりとしては、一つのジャンルのものを着るっていうよりかはいろんなテイストをミックスしてこう着ることが多いかなと思っていて、最近の気分でいうと結構アウトドアっぽい服装が気分だったりもするので、アウトドアのテイストのところにちょっとミリタリーのものを加えてみたりとか、結構いろんなその要素を入れ込んでスタイリングを組むのが僕自身のこだわりではあるかなと思います。購入する際のその決め手としてはサイズ感とかが一番大事かなと思っています。はい、サイズ感的にはジャストサイズぐらいで着てるんですか？ジャストプラスゆとりあるぐらいとか、緩めで着ることが多いですね。ちょっと最近少しずつタイトなものも着ようかなと思っている感じではあるんですけど基本的には緩いスタイルが多いかなと思います。ちょっと今回ねまたお気に入りの洋服だったり最近購入されたもの、ちょっといくつかピックアップしていただいたので、ちょっとそれを紹介していただきたいなと思います。一つ目がこの海軍の A2 のデッキジャケットになります。これはどこで購入されたんですか？これは、サントラップという古着屋で購入したものになります。海軍の寒いデッキの上にいても雨風しのげるぐらい、暖かさのものですごい機能性があって生地も厚いのでめちゃめちゃ暖かい、一着です、中もめっちゃ暖かそうですね。と割とデザインもシンプルなので結構ミリタリー感もありつつも割と着やすいデザインなのでそこも結構気に入ってます。次2点目になるんですけど 50s のハンティングジャケットになります。これもすごいなんか一部色あせてたりとか、ちょっと味わいがまた出てるような、そうですね、本当にザ・ヴィンテージっていう感じの2人具合ですし、このハンティングジャケットって割と丈が長いものが多かったりするんですけど、結構僕のサイズで結構ジャストぐらいで着れるぐらいのサイズ感なので、そこもすごい気に入っているっていうのがあって今回ピックアップさせてもらいました。ちなみにこれはどちらで購入されたんですか？これも同じくそのサントラップっていう古着屋さんで、購入したものになります。なるほど、ありがとうございます。じゃあ最後に3点目、シューズになるんですけどアディダスのタバコっていうシューズになります。タバコってタバコとはまたあれなんですか？コンセプト的にここから着想を得たものなのかちょっとわからないんですけど、僕自身結構サンバっていうこの形に似たアディダスのシューズが結構好きで、それに似たものを結構探してる時に出会った一足になります。こうスウェードっぽい柔らかい生地で足にも馴染むので重宝している一足にはなりますね。ちょっとブラウンっぽい、紫っぽい感じなんですか？そうですね、なんか同色のブラウンっぽいのかな、まとめられてて、このラインがあんまり強調されてない、3本線が強調されてないのが結構割と好印象な一足ではあります。ありがとうございます。ということで大輔さんの記憶的ルーム撮影させていただきました。最後に軽くちょっとお話をお伺いしたいなと思うんですけど、このお部屋を言葉で表現するとしたらどんなお部屋ですかみたいな。そうですね、聞きたいんですが、いかがでしょうか？一言だと、コレクションっていう言葉がぴったりかなと思います。一つのなんかテーマっていうものはないんですけれども、結構自分の部屋を全体眺めながらその時その時で結構自分がいいなと思ったものだったりとかビビッときたものを集めている部屋になるので、コレクションっていう言葉が当てはまるかなと思います。確かに結構ヴィンテージのものとかも多いのかなと思いきや、こう新しいものがあったりとか、結構そういうものもたくさんありますよね。そうですね、いろいろこう年代とかジャンル問わずいろいろ幅広く集めている部屋になりますね。ちなみにこういうインテリア周りのなんか買い物をされる時、行きつけのお店だったり、よく買いに行くエリアとか、そういうのあったりしますか？インテリアであれば目黒とか原宿表参道に結構出ることが多かったりとかして、雑貨とかだったら近所なので高円寺とかそこら辺に行くことがあるので、お店ちょっと特定のものはないんですけどエリア的にはそこら辺が多いかなと思います。ありがとうございます。そしたら最後になんか大輔さんの方からお知らせというか告知があればしていただければなと思うんですけど、何かありますか？僕のインスタグラムの方で、スタイリングとか生活の様子というものを発信させていただいているので、よろしければ見ていただけると幸いです。
洋服とかお部屋どっちもこう発信結構幅そうです広くされてはいるんですか？どっちもやってるっていう感じになります、うんはいということで気になる方大輔さんのインスタグラムの方チェックしていただければなと思います、はい、というわけで今回の記憶的ルームはこれで終わりたいと思います。ゲストは大輔さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。さよなら。